ちょっとね、今日の焼きそばのね、麺がポイントなので、少し覚えて帰っていただけたらなと思います。断面がいっぱいね、できますので、そこにね、あんが絡んでね、美味しく仕上がります。最後にね、レタスを仕上げに入れますので、この段階ではね、少しだけ味が濃いかなっていうぐらいの方が美味しいですね。そうなんですね。はい。皆さんこんにちは。本日は大阪新町にお店を構える中国料理地中華空心の大沢シェフにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。本日はあさりのあんかけ焼きそばをご紹介していただきたいと思います。では早速お願いいたします。はい、まず材料の説明ですね。今日は中華麺ですね。卵麺の中華麺。はい、それと材料はね、あさり、それとレタス、中華スープですね。鶏ガラスープの素で大丈夫です。すごくね、今日はシンプルなんです。もう包丁も使わないでね、できる簡単な美味しい焼きそばですね。はい、ちょっとね、今日の焼きそばのね、麺がポイントなので、少し覚えて帰っていただけたらなと思います。はい。で、まずね、中華麺なんですけども、電子レンジでね、温めていきたいと思います。はい。はい、じゃあ麺をね、500ワットで1分半、温めていきます。はい。はい、本来ならばね、この麺はこう蒸して、準備するんですけども、ちょっとご家庭ではね、蒸すっていうのはすごく大変なので、そうですね。はい、ちょっと電子レンジで、蒸すことによって、こう、炒めた時にですね、すごく歯切れのいい麺ですね。茹でて炒めるとどうしてもこうもちもちベタベタしちゃうんですけども、一度こう蒸す、こう加熱することによってすごく歯切れのいい麺になります。電子レンジでも全然効果が。そうですね、はい。ご家庭でも全然。そうですね、はい。やりやすいやり方ですね。はい。では1分半経ちました。はい、生麺の状態とは違ってね、ちょっとね、こう火が通ってこうぼわっとした部分ですね。これがね、炒めた時に歯切れの良さにつながります。はい。でこのままね、炒めていくとですね、ちょっとボワボワしちゃいますので、一旦茹でます。はい。じゃあ沸いてるお湯にですね、1分ほど茹でていきたいなと思います。はい、これもね、一旦茹でることによって、歯切れがいいのと、滑らかな食感とっていう感じになりますね。はい、じゃあこれぐらいの感じになりましたら、水で一度洗います。はい、じゃあ茹で上がった麺ですね。はい、ここでね、余分な水分ですね、はしっかり絞ってください。しっかり絞ってはい、さらにこの水をね、十分にね、取っていってください。ここ本当にもう水分が一切。はい。ちょっとね、この水分があるとね、次にね、麺を焼くときにくっついてしまいますので、もう本当に水分はこのままちょっと置いておきましょう。はい。はい。お野菜のレタスですね。はい。レタスはね、手でちぎっていきましょう。でも手でちぎることによってやっぱ変わってくるんですか？そうですね。こうやってね、断面がいっぱいね、できますので、そこにね、あんが絡んでね、美味しく仕上がりますね。はい。はい、これでね、水にさらしておいたら OK ですね。で、あさりは砂抜きしたものですね。はい。じゃあ麺ね、仕上げていきたいなと思います。はい。水分のね、しっかり取れた麺にですね、サラダ油ですね。一回し。直接かけちゃうんですね。そうですね、はい。お店ではね、もうこの状態にして冷蔵庫に入れておいて、はい、オーダーが通るたびにここからこう切っていくっていう感じですね。これが下にですね。はい。はい、じゃあフライパンにね、油ですね、大さじ1。でも入れるタイミングとかはそうですね、あんましね、冷たいところから入れてしまうと、はい、こう麺にこうじわじわと火が通ってしまって、なんていうのかな、こう最後仕上がりこう輪ゴムみたいにこう噛み切れない食感になってしまいますので、これもね、ある程度の温度が大事ですね、入れるときに。ちょっとサラサラに。そうですね、はい。こうやってね、こう煙がちょっと上がってきたぐらいの感じでちょうどですね。はい。入れますとね、こうあんまりこのお箸でこちょこちょこちょっとするんじゃなくて、こう鍋をこうゆすりながら。もうお箸ではつつくのではなくて。そうですね、はい。揺らしていくんですね。そうですね。なんか理由は。そうですね、この底のところはこんがりと、中はふわっと蒸し焼きみたいなイメージですね。なるほど。はい。はい、ここもね、あんまりね、弱火じゃなくて、しっかりとした焼きでね、はい、こんがりと焼いていきます。はい。
こうね、回してるときね、この麺の動きがね、こう軽くなってきましたらね、こういう感じで、軽くなったんです。色がね、ついてきてますので、はい、ちょっとだけですね、はい。綺麗な焼き色がついてますね。はい。はい、じゃあこれでね、焼けましたので、お皿の方に盛り付けていきたいなと思います。はい、じゃあ盛り付けていきますね。はい、で、それを、先ほどね、麺を焼いてたフライパンにですね、油はね、残ってますので、そのままで大丈夫です。はい、そこにおろした生姜ですね。はい、生姜の香りが出てきましたら、オイスターソース。はい、そこに中華スープですね。はい、そこに日本酒を1つ。濃い口醤油ですね。2回しですね。はい。で、お砂糖ですね。つまみ。で、お塩は1つですね。で、そこにあさりですね。スライスしたあさり。ね、ここでね、味見していきます。はい。はい、レモンが出てきて美味しいですね。はい。最後にね、レタスを仕上げに入れますので、この段階ではね、少しだけ味が濃いかなっていうぐらいのが美味しいですね。そうなんですね。はい。はい、じゃあね、貝のね、口が出てきましたので、とろみですね。はい。動かしながら入れた方が。そうですね、ダマになる。下をね、動かしながら、こう、少しずつ入れていくと。はい、あんもね、これぐらいのしっかりした感じですね。はい。で、仕上げにネギ油ですね、ネギ油。で、片栗粉はね、最後しっかり沸かしてあげてください。で、そこで先ほどのレタスですね。で、レタスはね、もう入ったらもう和える感じですね。こんな感じで OK ですね。こんな感じで出来上がり。そうで、軽く和えるぐらいの感じですね。ではこれで大沢シェフ流のあんかけあさり焼きそばの完成です。はい、ではあさりのあんかけ焼きそばをいただきたいと思います。早速いただきます。どうぞ。美味しいですね。ありがとうございます。すごく麺の食感がすごくあって、このあんのとろみも本当にうまい具合に絡み合ってて、ご家庭ですごく挑戦しやすいですし、もうこの焼きそば、この麺の作り方さえ覚えておけば、いろんなお料理に使えますよね。そうですね。便利ですよね。はい、今日はね、あさりとレタスですけども、これがね、エビとかイカ、肉、何でもね、そうですね、あんかけにすればね、美味しくできますので、はい、この麺のやり方さえ覚えていただいたら、ご家庭でも簡単に楽しくできるんじゃないでしょうか。はい、すっごく美味しいです。ぜひご家庭で皆さんお試しください。
Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!